果たして和樹の行方は2分後にあっさりと発覚する。キャンプの中で一番ひときわ大きい6人用のテントの前に和樹の靴がきれいに脱ぎ揃えられているのを発見したのだ。和樹、いるの？相手はテントだ。ドアをノックするといった真似はできない。私は中にいるであろう和樹に向けて声をかけた。ええ、いるわ。入っていらっしゃいな。うん。言われるままに足を踏み入れたテントの中は薄暗く、消毒液の匂いと一息れ、それと、汗と海の匂いが混ざった空気に私は思わずうっとうめいた。どうだった？電波の話。金田さんたちに伝えた？うん。和樹はそう言葉を発しながらテントに横たわる桜井先輩のお腹の傷を消毒している。薄暗いせいもあって改めて目にした桜井先輩の腹部の傷は釣り糸で乱暴に縫い合わされたこともあって凄みが増し、直視したくないぐらいにひどくなっているように見えた。悪いけど、手すきのようなら広岡さんの額のタオルを変えてあげてもらえる？わかった。横を見れば額の上に濡れタオルを乗せた広岡さんが目を閉じたまま深い呼吸を静かに繰り返していた。両足を骨折した広岡さんはまだ発熱が続いているのだろう。昨夜は一晩中聞こえていたうめき声は聞こえなくなっていたので症状が改善したのだと思っていたのに、こうしてみるとうめき声を上げる体力すらなくしたのだと理解できた。広岡さん、大丈夫？大丈夫なわけがないのは一目で明らかなのに、そんな言葉しか口から出ない。広岡さんの額のタオルを手に取ると、まるで焼けた鉄板の上に置いてあったかのようにそれは熱かった。呼吸こそ繰り返しているものの問いかけに対する返事はない。意識をなくしているのかもしれない。私は熱くなったタオルを水の入ったビニール袋につけると、滴る程度に軽く絞って、それを再び広岡さんの額に乗せた。私じゃないわ。今あなたを見ているのは周防あまねよ。そろそろかもしれんな。ありがとう、周防さん。そう。意識をしっかりね。呼吸のタイミングを忘れないように。ごめんね。いいのよ。背を向けたまま会話する広岡さんと和樹。そんな和樹の背中はどこか力強く、まるで長年医療に携わってきた名医のような貫禄さえ感じられる。桜井先輩の傷の消毒を終えた和樹は手早く包帯を巻き直すと、努めて冷たい口調で声をかける。桜井さん、包帯で蒸し暑い上に縫った傷がかゆいのはわかりますが、かきむしらないでください。かゆみというのは軽微な痛みのことです。かゆいということは治癒が進んでいる証拠なのですから、どんなにかゆくても我慢してください。はい、ごめんなさい。どうしても我慢できないときは呼んでください。その時はまた消毒します。わかりました。ありがとう。また後で様子を見に来ます。そう言うと和樹は目線で私を促しテントの外に出た。包帯を洗いに行こうと思うのだけれど、私はうまく手が使えないから、あなた付き合ってもらえる？それは構わないけど。じゃあ行きましょう。おそらくは桜井先輩のものだろう。血で汚れて黒くなった包帯を抱えた和樹は私に背を向けるとすぐに歩き出した。
なんだろう、機嫌が悪いようにも見えるが、和樹の場合、いつもそんな感じだし、よくわからない。広岡さんと桜井さんの状態はどうなのか。それが聞きたいんじゃなくて？うん。できれば彼女たちには聞かれたくないの。移動しながら話しましょう。わかった。なるほど、そういうことか。和樹の口から説明された言葉は、思ったほど悲観的な内容ではなかった。腹部裂傷の桜井先輩は比較的順調に回復していると。問題は両足を骨折した広岡さんの方だ。足を引っ張って骨を寄せ、添え木で固定はしているものの、一向に高熱が引かない。もともと広岡さんは体力に自信がある方ではなく、治療に必要な栄養を取るための食事すら喉を通らないのが現状だった。じゃがいものスープを用意し、さらにスプーンで潰してから彼女の口に運んでも、3口も食べればお腹がいっぱいと言い出し、それ以上食べさせても吐き戻してしまうらしい。それでも安静にしていれば少しずつ回復に向かうとは思うけれど、難しいわね。時間がかかるってこと？それもあるけれど、薬が絶対的に足りないわ。私たちの手元にあるのは、いつも部活で使用している救急箱が一つだけ。絆創膏や消毒薬、湿布薬などの簡単な治療に用いる家庭薬はあれど、骨折の炎症を抑える薬や、裂傷の可能止めに用いる抗生物質などは完全に不足している。彼女たちは自分たちが集団の中で負担になっていることを気にしているわ。わざとらしく優しく接すると彼女たちの自責に拍車をかけかねないから、できるだけ自然に接してあげた方がいいわ。なるほど。和樹が普段以上に冷徹に見えるのはそのせいか。まあ確かにこの風見和樹に妙に優しくされたりすれば、薄気味悪いことをこの上ないのは理解できる。それであなたの方はどうだったの？携帯電話の電波が入らない可能性があることを金田小森のペアに伝えに行ったのでしょ？彼女たちそのことを知っていたみたい。そう。無駄かもしれないと分かっていても、他に何もすることがないし、可能性もゼロじゃないからって。それと佐久間先輩からの新情報だけど、上の道路でも携帯は圏外だったみたい。先生も先輩もなんでもっと早く言ってくれなかったのかな。電波の入りが悪かったのは先生が学生の頃の話だから、今は改善されている可能性もあるという希望を残しておきたかったのかもしれないわね。それにこんな状況でしょ？先生としてもなるべくネガティブな意見は口にしたくなかったんじゃないかしら。気持ちはわかるけど、そういう情報って早めに出し合った方がいいと思うな。それに変にペアなんか組まずにみんなで一丸になって情報を出し合ったり、仕事を分散した方が効率がいいと思うけど。そもそも二人一組でペアを作り、それを単一として行動すると言い出したのは和樹だ。確かに互いに監視し合うことで管理の手間はぐっと軽減されるけど、それ以外のメリットはあまり感じないのも事実。みんなで協力した方がいいアイデアが出そうな気もするし、各自の負担も減るように思えてならない。なんだけどなぁ。二人っていうのが重要なのよ。これが奇数だと多数決でパワーバランスが崩れるやろ。で結局4人になってもそのね2対2に分かれたりとか3対1になったら地獄やしね、そうなるから。だから最小人数の1対1がいいのよ。
全員で話し合ったらまた手段を話し合うような感じで、発言するやつは強くなって発言しないやつはしないみたいな感じでパワーバランスもはっきりしてさ、ヒエラルキーが発生するとそっからまた差別みたいなのが発生するからね。だから風紀が乱れるわけよ。多分そこら辺も全部見越しとるんやろうさ。それがそうでもないのよね。意見の数が増えるだけではまとまりに欠けるし、負担が減りすぎる個体が出てくるのもまた問題なのよ。どういうこと？負担が減りすぎる？あまね、あなた、働きアリの法則って知ってる？知らない。何それ？アリ？話すと長いから選択しながら説明しましょう。葉月があえて不利に思えるようなペア制を採用した理由は、集団における働きアリの法則というものを回避するための、処置らしい。その意味を問えば、また小難しい話を始めることは目に見えていたので、簡単に説明してもらったところ、ある程度の組織力を持つ集団の中で必死に働く個体が現れると、それに反するように仕事を放棄する個体が現れるらしい。例えばアリ。女王アリを頂点とする巣の中では、働きアリとともに怠けアリというものがいるらしい。そこで真面目に仕事に従事する働きアリだけを選別して他の巣に移すと、その新しい巣の中で今まで働き者だったアリたちの中から新たに怠けアリになる個体が出始める。そして働きアリを根こそぎ奪われた古い巣の中では、今まで怠け者だったアリたちが精力的に仕事をこなす様子が観察されるようになるという。それは何もアリに限った話ではなく、私たち人間社会にも適用される現象であるとのことで、集団を効率よく長期的に管理するというのは思っているよりはるかに難しいらしい。そこで2人でワンペアとしてコロニーを分散させることによって、各ペアがお互いに助け合うようにすれば怠け者が発生しにくくなるし、その上で各ペアで競い合うようになれば仕事量は飛躍的に向上するとか。言っていることはわかるような気もするけれど、正直な話、なんだかうまく言いくるめられているような疑念も拭いきれない。つまり、ちゃんとした意味があってペア制度を採用しているってこと？そういうこと。今はそのメリットをあまり感じ取れないかもしれないけれど、そうね。例えば集団の中で喧嘩が発生した時とか、その意味が見えてくると思うわ。よくわからないけど、和樹がそういうのならそうなんでしょうね。なんだかそれ、あまり好きではない言いようだわ。言いたいことや不満があれば遠慮なく言いなさいと言ったでしょ。ごめん、別に不満とか思ってないし、ただ和樹の言うことなら間違いないかなって、そういう意味で言っただけだよ。あなたは私の奴隷ではなくお友達でしょ。それともそんな風に思っているのは私だけ？もしそうなら、それはあまりにも悲しいわ。怒らないでよ。別に皮肉を言ったつもりもないんだし。もしあなたが私とのペアに不満があるのなら、他のこと変わってくれても構わないのよ。その言い草こそ傷つくな。あなたこそ別に私じゃなくても便利な女なら誰でもいいのね。そうは言っていないでしょ。そう聞こえたもの。あなたこそ私とのペアに不満を。その瞬間、さっき佐久間先輩から聞かされた言葉が私の脳裏をかすめた。何？って。だいたいあなた、どうして私とのペアなんて受け入れたの？それはね、和樹のことが一番好きだからだよ。
だから、このメンバーの中で、私は和樹のことが一番好きだから、あなたとペアを組んだの。ああ、そう。和樹は私のこと、好き？包帯を洗わなきゃ。和樹？嘘。あの風見和樹が照れている。すごいよ、佐久間先輩。まさに効果てきめん。ねえ、和樹。私のこと好きなんでしょ？それも大好きなのね。うるさい。私は今忙しいのよ。くだらないことを話している暇があったら手伝ってほしいのだけれど。ああ、ごまかした。図星なのね。図星とか、そういう、どうしてそんな言い方をするの？言わなくてもわかることでしょ？和樹。そのあまりの可愛らしさに、私は思わず和樹に歩み寄り、そっと背後から肩に手をかけながら、彼女の後頭部に鼻を埋めるようにして押し付けた。次の瞬間、あの風見和樹の口から発せられたとはにわかに信じがたいすっとんきょうな悲鳴が上がり、和樹はその場で足を滑らせ、足元を流れる沢の水の中に前のめりで倒れ込んだ。和樹ごめん、大丈あなた、自分には同性愛の趣味はないって言ってなかったかしら？夫？いや、ないけどさ。でも今はそれも悪くないかなってちょっと思ってる。そう、あなたとなら。うかつだったわ。いい？あなたが今感じているその感情は吊り橋効果で説明ができます。落ち着いて、もう一度自分の中の感情を整理してみましょう。服、濡れちゃったね。脱がしてあげる。いや、落ち着いて、そこは動かないで。それ以上近づいたら悲鳴をあげるわよ。ごめん、冗談だってば。冗談？だから、私にそっちの趣味なんて本当にないから安心して。ほら、いつまでも冷たい水の中に座ってると風邪ひいちゃうよ。ほら、手を出して。沢に尻をつけたまま恨めしそうに見上げてくる和樹に手を差し出すと、彼女は渋々といった様子で私の手を掴んだ。ひどい目にあったわ。だからごめんって、冗談が過ぎたよ。あなたの冗談は笑えないわ。おお、和樹の口からそんなセリフが聞ける日が来るとは、長生きはするもんだよね。言ってなさい。私をいじめると夜中にお化けが来るんだから。やめてよ。夜おトイレに行けなくなっちゃうじゃない。そもそもここにはトイレなんてないわよ。機嫌直してよ。ね。さっきのは確かに冗談だけど、私が和樹のことを好きだっていうのは本当だから。どうせ誰か悪い先輩にでもそう言えって入れ知恵されたのでしょ？いいからさっさと洗濯を済ませてしまいましょう。もう、そういうこと言う子は可愛くないぞ、和樹。生まれてこの方可愛いなんて母親にも言われたことなんてないわ。ちょっと和樹、制服は脱がないでいいの？大丈夫よ。夏だし、すぐに乾くわ。胸が小さくても笑ったりしないよ。どうしてあなたはそういうことを平気で言うの？なんだかあなた、最初の頃とずいぶんキャラクターが変わってきていない？もともと私はこういうキャラだし、あなたという存在に慣れてきたってことじゃないかな。そうやって私をおもちゃにしてればいいのよ。いつか罰が当たるんだから。って、何？どうしたの？犬が。
犬？見れば和樹の足元では、古森が飼っている小型犬が鼻を鳴らして顔をこすりつけていた。これって、小森さんの飼っている犬？あ、小森か。そうみたいね。何？和樹って犬が苦手なの？そうじゃないけど、急に茂みの中から飛び出してきたからびっくりしたわ。飼い主は？小森さんはいないの？この子一人でここまで来たのかな？そうみたいね。喉が渇いているみたいだから、水の匂いをたどってここまで来たのかもしれない。そっか。じゃあちょっと待ってて。今お水汲んであげる。やめた方がいいわ。どうして？この手の品種改良が施された小型犬は内臓が弱いことがあるし、飼い主の許可なく生水はあげない方がいいわよ。そうなんだ。でも私、昨日からここのお水ガブガブ飲んでるけど、全然平気だよ。あなたは見るからに健康だし、生水ぐらい全然平気だと思うけれど、この子は見るからに繊細そうだから、一度煮沸してから飲ませた方がいいんじゃないかしら。その言葉、何気に傷つくぞ。キャンプに戻れば煮沸済みのお水があるから、それをあげましょう。我慢できる？和樹の言葉を理解したとも思えないけれど、小森の子犬は嬉しそうに尻尾を振りながら一声ワンと鳴いた。そう、いい子ね。嘘。和樹って犬と会話するキャラ？私だって一応そういう女の子らしい一面だってあるわよ。まあ、わかるような気もする。こういった和樹のような女の子が将来バリバリのキャリアウーマンとかになって、その結果男性に尊敬されつつ婚期を逃し、一人暮らしのマンションでこんな犬を飼ってはその寂しさを紛らわせたりするのだろうか。昼間は会社でバリバリと働き、男性社員を怒鳴り散らしては顎で使い、女性社員からは尊敬と威風の念を込めてはおつぼね様との甚だしい不名誉な称号をいただいたりするわけだ。仕事を終え一人マンションに帰れば、玄関で出迎えてくれたペットの子犬にただいまでちゅーとか、あんた今どっから声出したと問いたくなるような声で赤ちゃん言葉で話しかける毎日。今私、あなたのリアルな未来を少しだけ想像して、ちょっと涙が出そうになったわ。そう。一体どんな未来を想像したのか詳しく聞いてみたい気もするけれど、聞かない方が心の健康には良さそうね。とりあえず、包帯も洗い終わったし、戻りましょうか。この子も飼い主のところに連れて行かないといけないし、そう言うと、和樹は足元でじゃれつく子犬を抱き上げた。和樹、片手じゃ大変でしょ？ワンちゃん私が預かるよ。そう？じゃあお願い。あれ？なんか嫌がってる？ほらワンちゃん、こっちおいで。どうしたの？あまね、あなた、犬に嫌われるタイプ？おかしいな。そんなことないと思うんだけど。っていうか、逆に和樹はどうしてそんなにその子に懐かれてるの？前からお友達？いいえ、小森さんが犬を飼っているのは知っていたけど、見たのは初めてだし、名前だって知らないわ。小森が犬好きなのは有名な話だし、子犬を飼っているのは知っていても、こうして見るのは私も初めてだ。小森は泊まりがけの合宿で家に帰れないと犬に会えなくなることを懸念し、その寂しさに我慢ができず、合宿に犬を連れてきてしまったのだ。合宿に出発する前のミーティングで、小森は部長に犬を連れて行ってもいいですかと聞いてみたが、
もちろんその答えは、あなた学校行事を何だと思っているのというにべもないものだった。しかしどうしてもそれが我慢できなかった小森は、自分の荷物、スポーツバッグの中に隠して犬を連れ込み、現地のキャンプに着いてから謝罪するという強硬策に出たのだ。この犬、なんて種類だっけ？マルチーズ？シーズーでしょ。あなた、小型犬は何でもマルチーズに見えるの？だって、小型犬なんてマルチーズかチワワぐらいしか知らないもの。あとトイプードル？どうでもいいからこの子を受け取ってよ。結構重いわ。いや、わかってるんだけどね。私が手を伸ばそうとすると、子犬は牙を向いてうなり出すのだ。なんか、むっちゃ嫌われてるんですけど、なんで？何か悪いことでもしたの？この子の餌を盗み食いしたとか。和樹、あんたもしかして、私を食いしん坊キャラにしようとしているの？私自身むしろ犬には好かれる方だし、この子に悪意を持って接した覚えもまるでない。これではまるで私を嫌っているというか、むしろ和樹にしか懐かないという風にも見える。もしかしてこの子、和樹のことを群れのボスだと思ってるんじゃない？はい？ああ、犬は飼われている家の中でボスを決めるっていうあれのこと？そう。多分だけど、この子は群れのボスを本能で嗅ぎ分けてるんじゃないかな。それがどうして私なの？私より偉そうな人間なんて他にもいるでしょうに。それ、素で言ってるから和樹ってすごいよね。何が？部長でもなく先生でもない。この犬は和樹をボスと認めたのだろう。正直な話、和樹より偉そうな人間なんてそうめったにいるもんじゃない。とにかく、この犬は私が連れて行けばいいのね。まったく、飼い主は何をしているのかしら。と軽く愚痴を漏らしたとき、九段の飼い主の声が聞こえてきた。あーくん、どこ行っちゃったの？出ておいで。あの声、小森さんの声だよね。もしかしてあーくんってこのチワワのこと？だからシーズーだってば。小森さん！こっちこっちにいるよ！うるさ！急に大きな声を出さないでよ。ごめん。なんか和樹ってさ、大きな音って嫌いだよね。私はあなたと違って体も小さいし繊細なのよ。私が大雑把で無神経な女って設定、やめてもらっていいかな？あーくん。アリオンならここにいるわよ。和樹が抱えていた犬を地面に放すと、犬は飼い主である小森さんに向かって走り飛びついた。ああ、よかった。急に姿が見えなくなったから心配しちゃった。ねえ、アリオンって？その犬の名前よ。なんで名前知ってるの？さっきは知らないって言ってなかった？そうか、あーくんって呼び名から名前を推理したとか？首輪よ。さっき見たら首輪のプレートにアリオンって書いてあったから。あ、そうなんだ。なんだ。いくら私でもあーくんからアリオンを推理するのは無理だと思うわよ。あまり私を超人だと思わないでね。なんか和樹の場合、その人の好きな数字を聞いただけで、その人の人生を10年先まで言い当てそうな気もするのよね。あなた、私のことを妖怪か何かと勘違いしてない？
いや、さすがの私も、そこまでは言ってないけどさ。でも、限りなく妖怪に近い何かだと言われれば、納得はするかもしれない。見つけてくれてありがとう。ちょっと目を離している隙にいなくなってしまって、ずっと探していたの。その子、喉が渇いているみたいだけど、あなた、ちゃんとお水あげてる？うん。でもこの子、お腹が弱いから専用のお水しか飲めないし、この子のために持ってきたお水ももう残りが少なくて。あ、もしかして、その子にこの子にそのお水飲ませちゃった？いいえ、飼い主の許可もなく勝手に生水を飲ませない方がいいと思ったから飲ませなかったわ。そう、よかった。ありがとう、気を使ってくれて。いいのよ。私も犬は好きだし。かわいい子ね。男の子？ええ、そうなの。この子のお母さんっていうのが去年ドッグショーで国内2位になったダイアナで、お父さんが。しまった。こいつは話が長くなりそうだぞ。興味のない者にとって愛犬家の犬自慢は苦痛でしかない。さて、どうやってこの場を抜け出そう。もういっそのことこちらを負けずに T27 や510ブルのかっこよさでも語り出してやろうか。そんなことを考え始めたその時。鳥の声と、ざわめきしか聞こえない静かな森の上でプロペラが大気を切り裂く、音が聞こえ始めた。この音ってヘリだよ。ヘリコプターの音だ。戻ってみんなに知らせなきゃ。急ごう。私たちは空を見上げながら走った。ヘリのローターブレードが大気を切り裂く音に混ざり、ターボシャフトエンジンのタービンが回る音まで聞こえてくる。明らかにこちらに近づいてくるその音に無駄だと知りつつも、私は大きな声で「おーいおーい」と何度も叫んだ。キャンプに戻ると、やはりヘリの騒音に気がついた者たちが木々の開けた場所に集まり、空に向かって必死と腕を振り、あらん限りの声を張り上げていた。おーいおーい。声だけでは気がついてもらえない。一部の者はバスの中で見つけた古雑誌に火をつけ、近くの、生木や草を燃やしては煙を起こそうとした。またある者は届かないことを承知で足元に転がっていた石を拾っては力いっぱい空に向かって投げつける。何かもっと確実にこちらの存在を示せる何かがあれば。私は弾かれたように走り出し、谷底に横たわるバスの運転席に飛び込んだ。慌ててキーをひねろうとすればうまく回らない。一度キーを抜き、もう一度奥まで差し込み直すと、やっとキーが回ってくれた。お願い、気がついて。祈るような思いで、私はハンドルの中心にある警笛ボタンを強く押し込んだ。鼓膜を震わせる不快な電子音が長く尾を引き、大音量の警笛にバッテリーの電力がみるみる食われ、その音は次第に低下していく。そしてその音をかき消すかのようにヘリの騒音がゆっくりと頭上を通過していった。遠ざかるヘリの音。やれることはやった。試せることは試した。でも気がついてもらえたかどうかは正直わからない。ねえ、どうだった？こっちに気がついた？そんなのわかんないよ。でも右に向かって飛んでいたのにこっちに向かって進路変えましたよね。それってこちらの存在に気がついたってことじゃないんですか？だったらなぜ飛び去ったのよ。気がついたのなら戻ってくるか、この上を旋回したりするんじゃないの？あれは私たちを探しに来たヘリじゃなくて、どこかの民間のヘリなのかもしれません。こちらに気づいたのなら無線とかで連絡を取っているかもしれないじゃないですか。そうですよ。それに燃料が残り少なくて一旦戻っただけかもしれません。
またすぐに戻ってくるんですよ。きっとそうです。その時誰もが自分たちは助かるのだという希望を持った。自分たち以外の人間の気配など微塵も感じることができなかった陸のことのようなこんな場所で、まるでこの谷にいる人間を残して人類が絶滅したのではないかとすら思えるような、そんな不安の中、2日目にしてやっとヘリコプターと遭遇したのだ。もし気がついてもらえなかったとしても、チャンスはきっとまだある。ここは無人島ではない。人々が普通に生活する世界と道路一本隔ててすぐ隣なのだ。きっとまたチャンスはやってくる。誰もがそう信じて疑っていなかった。そして気がつけば空を見上げたまま時刻は夕方になり、あっという間に日が暮れた。結局その日ヘリが戻ってくることはなかった。はい。ということで、ちょっと長々と、しましたが、エンジェリック・ハウルですね。はい。このアマネ過去編ということで、メインルートの一部というか、まあ前半部分だね。こちらを抜粋してお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。なかなか、これから始まるんですよ。この、遭難のやばいところが。3日目にもなりますしね。うん。まあ、その中にはね、もちろん、この、キャラクターごとの、個人エピソードにあった情報がところどころね、特にアマネのとこなんかそうだよね。そんな話があったりとか、いろいろありましたよね。ただね、ちょっと、そうだね。一個ちょっと申し訳ないことを、なんだけど、こちら、青い果実。はい。この青い果実っていうエピソードなんだけど、がっつりエッチなシーンが入っていますんで、YouTube では流せません。申し訳ない。ただ、まあ気になる方に言っとくのであれば、アマネルートですね。このグリザイアの果実のアマネのルートの、エッチシーンの抜粋みたいなもんだと思ってください。はい。そんな感じで、グリザイアの果実ですね。今新しいのも作品出ましたけど、もう最新作になりますので、リメイクとかじゃないですから、それを履修するためには過去の作品全部やらんとダメっていうのがあって、まあ、グリザイアに関しては、果実、その後次迷宮、その後楽園っていう3部作が、グリザイアのメインとしてあって、その後ファントムトリガーだったりとか、派生していくんだけど、その合算というかコンプリートパッケージみたいなのも確かあったはずなんで、まあ、気になる方は1個ずつやるのも OK ですし、そのパッケージドンと1個買ってプレイするのも悪くないのではないかなと思います。移植も結構やってます。移植も結構やっているのですが、ここら辺の話を聞いてもらったらわかるように、割とエロを抜かれると話の面白みがなくなるかなっていう。はい。個人的には思います。はい。恋愛ゲームというよりは、まあ学園のミステリーというか結構でかい、お話になりますので、その色恋吸ったもんだは、ぶっちゃけそこまでなんか話の根幹かと言われたらそういうわけでもないんですが、ただ、なんだろうな、その空気を作るというか雰囲気を盛り上げるというか、はい、そういうものに対してはものすごい効果を発揮するものでありますから、まあ可能な限りパソコン版なんかを触っていただけたらなと思います。はい、ということで、今回はグリザイアの果実やってみました。どうだろうな、次は迷宮やるのもありなんだけど、また別の作品をちょっとやろうかなと思います。別のメーカーの別の作品ですね。やりたいのがもう次から次へといっぱいあるんですよ。はい。そんな感じで、以上、おじさんでした。お疲れ様でした。